事実ホリエモンが武道館で歌ってガラガラだった虎が集客できない現実。2026年2月24日、日本武道館で開催されたアイドルフェス殿下一武道館が SNS 上でのガラガラ動画の拡散により大きな物議を醸しています。堀江貴文氏ホリエモンの参戦や令和の虎からの5000万円出資など話題性は事欠きませんでしたが、結果として聖地武道館の在り方を取る騒動へと発展しました。事実一ホリエモンが武道館で歌う2026年2月24日、実業家の堀江貴文氏、ホリエモンが日本武道館で開催されたアイドルフェス殿下一武道館に演歌歌手として出演しました。堀江氏は共演した林直樹氏や山本浩二氏らと共にド派手な衣装で新曲シャンパンコール歌とすのみなどを熱唱。実業家としての顔とは一転、エンターテイナーとしてステージを盛り上げようとしましたが、このパフォーマンスそのものよりもその光景がネット上で大きな波紋を呼ぶこととなりました。事実にガラガラだったイベント開催中、SNS では衝撃的な動画や写真が拡散されました。それはステージ上で熱唱する堀江氏の目の前に広がる空席だらけの客席です。アリーナ席こそ一定の観客がいたものの、1階席や2階席は人影がまばらで、武道館特有の重厚な熱気とは程遠い静かな空間が映し出されていました。最初の発表によれば、総来場者数は約4000人、最大1万4000人を収容できる武道館において、この数字は実質的に空席が目立つ状態であり、ネット民からは学芸会レベルリハーサル風景かと思ったといった辛辣な批判が相次ぎました。事実サントラがプロデュースも集客できず、今回の騒動をより複雑にしているのが、主催側が令和の虎の関係者であったという点です。主催の神田光氏は、当番組の司会者として出演し、番組に出演する側投資家たちから5000万円という巨額の出資を引き出してこのイベントを実現させました。普段、番組内で虎たちは司会者に対し集客の根拠があるのか、プロとしての自覚が足りない甘すぎると厳しい言葉を浴びせています。しかし、この虎たちが自ら関わったネットプロジェクトで綾香氏を招き集客力のなさを露呈したことで、ネット上ではいつも言っていることと結果が違いすぎるというブーメラン現象への肉が殺到しました。4、同格面とネット上の評価は二分されています。批判的な層からは、武道館という聖地の安売りなお金さえあれば、誰でも勝てる場所になったと、伝統ある会場のブランド基礎を嘆く声が多く上がりました。特にクロちゃんが投稿したとされる夢の舞台の価値を下げないでほしいという趣旨のコメントは、多くの音楽ファンの共感を呼びました。一方で、地下アイドルが武道館の景色を見られたのは素晴らしい挑戦だ失敗しても、行動したことに価値があると、ファンなしの情熱やアイドルたちの喜びを肯定する意見も見られました。5、武道館コンサートの収支、武道館でのイベント運営には、莫大な費用がかかります。会場の基本使用料だけで1日あたり数百万円が必要ですが、それに加えてステージの設営、音響照明機材のレンタル、搬入で作業、警備員や運営スタッフの人件費などが下がります。本格的なライブを行う場合、最低でも4000万円から5000万円程度の経費がかかるのが一般的です。今回、来場者が4000人程度であれば、チケット代例えば5000円から1万円、収入だけでは、これらの経費や出演者へのギャラを賄うことは不可能に近く、大幅な赤字を計上したことは確実視されています。6、赤字だから失敗と言えないわけ。しかし、ビジネス的な視点で見れば、この赤字が必ずしも完全な損失になるとは限りません。再企業や出資した虎たちの会社が利益を出している場合、このイベントでの損失を本業の利益と相殺することで、法人税などの税負担を軽減することができます。損益通算、いわば派手な宣伝広告にお金を使い、その結果として赤字が出ても、それが企業の認知の向上につながり、かつ税金の支払いを抑える効果が得られれば、経営戦略の一環として成立してしまうという側面があります。だが、虎から出資ということ、今回5000万円という資金が令和の虎を通じて動いたことは、エンタメの資金調達に新しい形を示しました。通常、武道館公演はレコード会社や興行大手がリスクを背負って記載しますが、今回は個人の熱意とネット番組のスポンサーシップによって実現しました。虎たちが事業としての成功よりも神出しの夢への共感や番組としての話題性に価値を見出したのであれば、投資としての目的は半分達成されていると言えるのかもしれません。しかし、それは同時に実力なき者が金でステージを買うという批判の火種にもなりました。8、武道館の歴史。日本武道館は1964年の東京オリンピックで柔道競技を行うために建設された日本の武道精神を象徴する殿堂です。本来は柔道、剣道、弓道といった武道の普及と修練のための場所であり、この八角形の屋根は法隆寺の夢殿を模しています。音楽の殿堂となったきっかけは、1966年のビートルズ初来日公演でした。当時は聖なる武道館を汚すなという猛烈な反対運動が起きましたが、それを乗り越えて以来、武道館はアーティストにとって一流の証となる聖地へとなったのです。それだけに、今回の集客を度外視した理由は、この歴史を重んじる人々にとって受け入れがたいものがありました。9、税金への影響。武道館は公益財団法人が運営しており、公的な性格も持っています。赤字イベントであっても会場使用料が支払われるため、施設維持には貢献していますが、内容が公共の利益や文化の振興にそぐわないと判断されれば、今後の貸し出し審査が厳格化される恐れもあります。出演した地下アイドルたちにとっては一生の思い出になりましたが、あまりに空席が多い客席を目の当たりにしたことは、ファンにとっても血が大きな舞台に立ったという誇らしさよりも、虚しさを感じさせる結果になったという声もあります。10、強いて言えば、批判を浴びた今回のイベントですが、強いて社会貢献と言える側面を探すならば、それは雇用と経済の循環です。5000万円という大金が動いたことで、舞台設営会社、音響照明スタッフ、警備会社、清掃業者など、
多くの裏方の人々に仕事と報酬が提供されました。また、光の当たりにくい機械アイドルたちに、業界の最高峰であるステージを経験させることで、彼女たちのモチベーションを極限まで引き上げたという点では、教育的、知的な側面での夢の提供が行われたと考えられます。成功か失敗かは別として、巨額の資材がエンタメ業界に投下されたこと自体は、経済活動としては一つの貢献と言えるでしょう。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。